今回は覇権を握っていたあのキャラは今でも使えるのかについて一緒に見ていこうと思うぜ。ちょうど日替わりレリックとか出ているし、それすごく気になっていたので解説お願いしますよ。まずはじめに紹介するのは超フェス赤マリサだぜ。記念すべき記念キャラ、初めての超キャラクターでロスワの顔と呼べるキャラですよね。ああ、こちらの公務の魔女キリサメマリサは2020年10月30日開催のハーフアニバーサリー記念望郷の紅色巨星超フェスで初登場したキャラクター。レリック、エピックがない頃が懐かしい。そんないろんな面で初めてのキャラクターなんだが、2021年ぐらいまでは圧倒的強さを誇っていて、超フェスが2桁の数になっても最前線で戦える実力があったんだ。まず登場時の性能を見てみよう。まず能力は不利属性から受けるダメージを 25% ダウン、不利属性に与えるダメージを 25% アップ。結界異常燃焼凍結にかからない。初々しいいい能力だ。スキルは霊力上昇引用攻撃バフ、結界増加敵全体の回避クリティカル回避ダウン、クリティカル命中攻撃アップチャージ付与とアタッカーに欲しいものがきっちりと揃っているな。実装当時基準では炎光最大1700という高い火力、クリティカル強化バフや全体回避デバフスキルなどのスキル、高威力の爆破弾や貫通弾のスペカを持っているんだ。ラストワードも攻撃前にクリティカル命中とクリティカル攻撃をアップする効果がついているので、クリティカル攻撃を軸に戦っていくキャラクターとなるぜ。それぞれのバフ倍率こそ小さいけど、サポーターの支援を入れた場合、ただでさえ高い火力がさらに伸ばすことができるんだ。うまくはまれば超火力を出せると、さらにチャージもできるので、サポーターが先に行動してバフを持ってからラスワをぶっ放す、ということも可能なんだ。アルタースパークには燃焼付与がついているのでその点も優秀なポイントですよね。そう、スペルによる全体燃焼結界付与が優秀で、これで陰謀デバフやスリップダメージに繋がるし、結界異常ブレイクコンボに絡ませることもできるんだぜ。また公務の魔女はラスは効果スキルにスキル3でクリティカル命中6段階アップクリティカル攻撃4段階アップまで持っていき、さらに1バレット目を除く全バレットに確率で敵の陰謀クリティカル回避クリティカル防御低下がついているので、クリティカル等の確率に依存するが見た目以上の火力を発揮するぜ。ほぼ全弾にデバフ効果がついてるのは強いわ。さらにスペルカードもラスワも全て全体攻撃だったために周回キャラとしても有能だったんだ。当時は特に副霊とかはないので、やることといえばイベントがメインだったんだけど、そのメインコンテンツで大活躍。3ウェーブ絵札の周回なんかでは特にこのマリサがいるかいないかで大きく違ってくるレベル。風見優香と並べて3ウェーブをお手軽に回るというのが流行っていました。そんな感じで、実装から2021年の後半までは覇者と言ってもいいほど活躍してくれたキャラなんだが、現在どうなったのか？どうなっちゃったの？まず転生後のスキルは霊力を1上昇できるようになり、自身の陽光と陰光を3段階アップ、相手の回避系のデバフを3段階ダウン、さらにクリティカル系も脅威の4段階アップができるようになったんだ。おお、スペック的にはかなりいいじゃない。しかし、バフに関しては自身であり味方全体のサポート性能は弱いんだ。さらにどれも1ターンしか保たないので最近の長期戦には向いていない。また霊力も改善されたが、霊力1というのは向上レベルであり、かなり霊力補給が重い、といった感じで今となっては使えるレベルではないな。なるほど、サポート性能も低いし持続ターンも短いので現在の環境に適してないのね。ただスペルカードはどちらも攻撃バフがモリモリになっていて、スキルと違って持続ターンも長いぜ。なのでやはり周回要因としてはまだ活躍できそうだな。しかしさすがに副霊といったような高難易度コンテンツになると重くなってくるね。さすがにもうそんな感じなのか。今なら1ターンで炎光9段階とかもいるし、それに加えて、残裂弾や硬質弾の倍率も高いからな。飲まれるのは仕方がないね。2年間頑張ってきたけど、周回用としてまだ運用できる余地があったんだ。また別のバージョンでは脳殺担当として頑張っています。もしかして別のソシャゲの世界線から来ました？続いて紹介するキャラはヒフーフランドールスカーレットだぜ。2022年最強を飾るか、と思ったらとんでもないインフレに飲まれたキャラクターですよね。さようでございます。まずヒフーフランドールは、能力のありとあらゆるものを破壊する程度の能力愛曲は、有利属性に与えるダメージを 30% アップ。結界異常凍結毒切りの結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ。おお、攻撃力アップの能力持ちで優秀ですね。この能力で凍結や毒切りの結界1枚につき、火力に関わるステータスを強化できるため、凍結や毒切りを付与できる、工場運命枠のヘカーティアや青レイムなんかと相性がいいぜ。さらにスキルでは味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ 1T、味方全体のクリティカル命中を3段階アップ 1T、とクリティカルの火力も底上げすることができて非常に強力。このバフの上がりから見れば攻撃力は、エピックキャラと劣らないものを持ってるはずだ。霊力配布もあったりとサポートとしても優秀。そしてスペカはさらに自身に結界異常付与でまた能力のバフが発動して火力を底上げが可能。ラスワに関しては圧倒的な火力を誇り、広範囲の幻想郷特攻を持っていて先ほどのバフがかかればその火力はエピック限定レリック限定のキャラクターたちと変わらないレベル。今まで紹介した通り、究極的なバフがかかる上に、さらに相手全体
体の援護2段階ダウン 3T とデバフもかけることが可能。2022年初期なら完全に壊れていますね。が、その4ヶ月後にまさかのエピックというさらなるクラスが登場した、アオレイムという圧倒的な格上が誕生。またその影響で超フェスのバーゲンセールが始まったことで完全なインフレが起きた。意外と覇権を握った期間は4ヶ月ほどと短かったのね。といった感じの運命をたどった非風フランは現在使えるかどうかというと、ちょっと厳しいのが正直な感想だな。ほえー、転生すればめちゃくちゃ強そうなイメージあったけどダメなの？ああ、特に本来のスペックがやはり現在と大きく離れているんだ。まず、今となっては使いづらいポイントはスキルでの霊力回復が 1.25 止まり。なので1ターン目に支援がなければ3ブーストできないのね。現在の超フェスは霊力に回復もいるので惜しいポイントだな。他にはスキル3が味方全体のクリティカル攻撃、クリティカル命中を3段階アップを持っている。味方全体の火力を大幅に上げるめちゃくちゃ優秀なスキルじゃん。確かにサポート性能はピカイチだが持続ターンは1ターンしかなくて現在の環境では使いづらい。コウマリサと同じパターンか。ああ、現在は高難易度チャレンジやフレイ、といった長期戦が主流になっているので環境に適してないね。さらにブレイク性能も単体スペカだけなのでなお今の環境ではきつい。今は工場でも全体で割れる子がいるしね。使いどころとしてはやはり周回要因だな。1ターン目に3ブーストできないのはネックだが、瞬間火力は非常に高い。ラスは2は相手の防御2段階ダウン、自身の円光を4段階アップに T、自身のクリティカル攻撃を2段階アップに T があるので瞬間火力は現在のレリック、エピックも凌駕するぜ。自身だけどバフ性能はなかなかだね。しかも 100% の残裂弾と幻想郷特攻を持っているのでマジで優秀ですよ。単体スペカも妖怪特攻を持っているから VS 単体にも強いぜ。周回要因としては非常に素晴らしいものを持っているので、運命値100にしてバンバンやる気低下まで使ってあげましょう。まさにブラックロードを経と運命を歪められたフランドール。続いて紹介する元覇権を握ったキャラの現在、3人目のレリックレミリアを見ていこう。そうそうそう、レリックレミリアについて気になってたのよ。今の環境でレリックレミリアは全然使えるよね？使えるか使えないかで言うと、使えるぜ。おお、さすがはレリックの原点。高難易度チャレンジとかでも持っていけるんじゃないの？まあ落ち着きたまえ。使えるのは使えるけど、もうインフレに飲み込まれてるな。そうだったの？まずレリックレミリアの性能を見ていこう。まず能力は非常に優秀で有利属性に与えるダメージを 30% アップ。不利属性に与えるダメージを 30% アップ。結界異常燃焼の結界1枚当たり攻撃面1段階アップ。グレイズ使用時、味方全体の命中を1段階アップと、能力系で欲しいもんが揃ったハッピーセットみたいな能力をしているんだ。ちゃんと円光タイプで燃焼でバフだし、有利属性 30% アップなんかも優秀やん。スキルの方はどうなの？スキルなんだけど、これがもう今となっては非常に弱いです。まずバフもデバフも2段階止まりなんだ。それはもう弱いわ。他には突出したものがあるかというと、最低限といった感じで特にパッとしたものはないね。今では高品質バフに加えてダメージ増加とか再使用ターン1ターンとか特徴的なものがないとって感じだもんな。スペカのバフなんかも2段階止まりで、全体スペカは属性がバラバラだな。初期だから仕方がないが、ブレイク性能もレリックの中では低い方だしね。でも月属性もあるので家具やパーティーで使えるんじゃない？上位互換がもうすでにいるし、これからもかなり出ることが予想されるから今更感があるな。月属性があると言っても、ほぼラスはだけだし特攻も狭めだしね。現実は厳しいな。まあ最近は古いキャラが情報修正されているのでそれに期待だな。なので今から引こうと思っている方は、やめた方がいいぜ。情報修正、または転生されて本当に強くなったのか確認してからでいいぐらいだな。せっかく引いても活躍できなければ意味ないしね。ラストに紹介するのはエピックアオレイムだぜ。アオレイムは全然使えるでしょ。結論から言うと、ギリギリ使えます。ギリギリなんだ。でもフレンドとかで見かけますよ。古いキャラだから持っている人が多いからね。2022年4月30日時開催の継承されし更新の神楽エピックお祈りで登場した、エピックお祈り限定排出のキャラクター。もうそんなにも前なんだ。ほぼ3年前じゃん。時はもうそんなにも経ったのか。まず驚愕なのがステータスで円光1850、陽光1900という、当時では考えられないほど高スペック。2022年でこのスペックは別次元すぎだわ。ただこれがめちゃくちゃいいのかというとそうでもなく、正直どっちかに傾いている方が本来は強い。現に防御力はペラペラで速力も並程度だ。まず能力は有利属性に与えるダメージを 35% アップを持っていて、結界異常燃焼凍結帯電の結界1枚当たり攻撃面をアップできるという優秀なスキルを持っているよ。スキルは味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ 3T や4枚の結界付与で陽光4段階、クリティカル4段階アップが可能。ク
クリティカルは合計7段階アップで、妖怪特攻という超広範囲の特攻を持ってるからめちゃくちゃ強いじゃん。攻撃力はかなり高く非常に優秀。だが、その他のはちょっと今となっては微妙。古いキャラだから単体に帯電付与とかなのは仕方がないね。スペルカードは全体は要望アップと単体は速力を3段階アップが可能。また単体なら霊力回復も可能なのでそこまで枯渇することはないと思うぜ。全体スペカは硬質弾 90%、残裂弾 60% があり、妖怪特攻もあるから3年前とは考えられないほど火力が出るよ。ラスはもう相手にこれでもかというほどデバフをかけて自身の火力を上げつつ、90% の硬質弾と残裂弾で殴れるのでいい火力が出るよ。さらにブレイク力そこそこ高く青レイムは騎士に属性特化の属性ブレイク性能も優秀で、スペル2で敵全体に3枚付与 3T スキル3で敵単体に3枚付与 4T が可能。全体3枚単体3枚割ることができるのね。最近のキャラに比べると劣るんだけど、まあ使えるレベルのブレイク力はあるな。ただ強いのは強いがやはり今となっては劣る部分もあり、上位互換が出揃っているのでわざわざ引いて、2万円で貫突させるとなると結構厳しいな。確かに、そう言われるとそうだ。でも青レイムはふもふもとして実装されるぐらいロスワの象徴的なキャラなので接待を受けて転生や情報修正で化ける可能性があるのでそれに期待だな。そう思うと、やはりここ最近でだいぶインフレが起きているんだって思いましたよ。ああ、またほにゃらら今日シリーズが出るとインフレすると思うので注目だぜ。さて、今回はここまで。もし今回の情報が役に立ったと少しでも思ったらコメントまたは高評価だけでもよろしくお願いします。さらに最新アップデ情報について知りたい方はこちらを見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。